どうも、モブです。今回は、高坂雫の性能評価についてだよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、特性についてだよ。純白の剣姫、高坂雫は、コア攻撃、または、通常スキル1が命中すると、天空の剣が発動するよ。この、天空の剣とは、剣の石ゲージの、チャージ段階に応じて、追加ダメージが増加するものだよ。この仕様は、トーマス・アンドレと非常に似ているため、防御力を増加させることにより、スコアが伸びることにつながるよ。さらに、天空の剣は、通常スキル判定になるため、混沌の烙印アーティファクトとの相性が非常に高く、通常スキル1は、1回の使用で、効果が2回発動するため、10秒弱で、混沌の烙印効果が発動できるよ。次は、剣の石効果についてだよ。剣の石効果は、天空の剣とは違い、コア攻撃と通常スキル1を使用するだけで発動するよ。また、防御力やクリティカル関連能力を大きく増加できるため、必殺技や強化スキル1を打つまでに最大重複させておくと良いね。次は、一突効果についてだよ。高坂雫は、一突することで、通常スキルの火力が増加するよ。また、通常スキル1を使用すると、剣の降射効果を発動することができるよ。この効果は、5秒間の間、スーパーアーマーを発動しながら、コア攻撃を打ち続けることができるよ。そのため、一般的なスキル回しや、剣の石効果を早く発動させるためには、一突が最低条件になるよ。さらに、ゼロ突の時に比べて、剣の石効果の防御力の倍率が大きくなるため、おすすめの突の最低ラインは、やっぱり一突かな。次は、二突効果についてだよ。二突では、通常スキル1が命中すると、回復負荷の効果を発動、必殺技が命中すると、麻痺効果を発動できるよ。これらの効果は、光の攻防ヨグムントで大きく刺さる性能のため、二突効果もかなり重要な要素になるよ。次は、三突効果についてだよ。三突では、剣の石ゲージが最大になると、通常スキル1が強化され、すぐに使用できるようになるよ。しかし、剣の石ゲージが最大になってから6秒後に切れる仕様のため、本来ならば15秒間維持される効果がすぐに切れてしまうよ。これがかなり問題で、高坂の火力が思うように伸びてない原因と言われているね。次は、四突効果についてだよ。四突では、パーティー内の水属性ハンターの数だけ、高坂雫のクリティカル関連能力が増加するよ。そして、五突効果では、剣の石効果がさらに強化され、追加でクリティカル関連能力を盛ることができるよ。また、必殺技や通常スキル1のダメージも大きくなるため、最大限の火力を出すためには、五突することが条件になるね。次は、サポートスキルについてだよ。高坂雫のサポートスキルは、回復負荷の効果と、水しの旬の火力を増加させる、剣姫の誓い効果があるよ。この効果は、アタッカーに付属しているだけで十分な効果であり、回復負荷も、光の攻防ヨグムントで刺さる性能のため、優秀なスキルになるね。次は、QTE スキルだよ。高坂雫の QTE スキルは、サポートスキルと同じようにダメージ増加と
水属性ダメージ増加の効果があるよ。そのためハンターモードで回す場合、必ず QTE から入る必要があり、理想のスキル使用順は QTE スキル、通常スキル2、通常スキル1、コア攻撃、通常スキル1になるね。次は専用武器についてだよ。高坂雫の専用武器は防御力増加の効果と剣の石ゲージのチャージ効果が発動すると防御力が 6% 増加するよ。またこの効果は永続であり、最大で60回重複可能なため防御力を大きく増加できるよ。この効果により高坂自身の火力や追加ダメージも飛躍的に伸びるため、専用武器も優先して5凸以上にしよう。次はおすすめのアーティファクトについてだよ。高坂雫はチームファイトモードでは混沌の烙印8セットがおすすめだよ。しかし混沌の烙印アーティファクトは通常のコンテンツでは最大限の力を発揮できないため、普段使いするならばエンジ4、黒曜石4セットをおすすめするよ。またこのセットに烙印を混ぜ合わせたエンジ2、烙印2、黒曜石4の場合でもそこまで差が出なかったよ。つまり現在の環境ではエンジ4、黒曜石4セットがおすすめになるよ。またここで注意しなければならない点が、黒曜石セットは魔力が 40% 以上でないと与えるダメージ増加の効果が発動しないため、追加魔力や魔力消費量減少を盛る必要があるよ。特に常に表に出続けるチームファイトモードでは魔力消費量減少の数値を大きく盛らないといけないね。次はコアについてだよ。まずマインドは特性での表記の区分が曖昧なため、しっかりとコア攻撃判定であるか確認を取ったよ。そして検証の結果としては正常にダメージが増加しており、コア攻撃判定であることが確認されたよ。そのためウォッチャーの目がおすすめになるね。次はボディとエネルギーの部分についてだよ。まずボディに関してはかなり個人差が出る考え方にはなるけど、名もなき悪魔かウォッチャーがおすすめだよ。レッドプレデターは魔力消費量減少の数値次第では発動しにくい状態になるため、少し使い方が難しいかな。またエネルギーは黒曜石セットの効果を安定させるためにスキルの魔力消費量を減少することができるウォッチャーの牙がおすすめだよ。次は総合的な評価と育成シートだよ。周年キャラの高坂雫は正直なところインパクトに欠ける部分があるかな。もちろん完全に弱いというわけではなく、光の攻防ヨグムントのハードモードでは圧倒的に適正キャラであるため大きく活躍することが予想できるよ。最後に実際に高坂雫を使って戦闘してみたよ。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。